皆さん、こんにちは。みきこです。このポッドキャストでは、日本の文化や日本語学校ではあまり習わないような言葉や表現などをお話ししています。日本人が日本語で話していますので、リスニングの練習にも使ってくださいね。いいねやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。さて、今日のテーマは、空気を読むについてです。前回の紙対応と塩対応のところでも少し出てきました。それから以前配信した本音と建前のエピソードを深掘りした内容になるので、よかったら本音と建前のエピソードも聞いてくださいね。空気を読むという言葉は独特な表現ですよね。本を読むのはわかるけど、空気って読めるのって思いませんか？空気に文字が書いているわけではありませんからね。以前、学生に日本人は空気が読めるんですかって聞かれて答えに戸惑いました。戸惑うとはどうしていいのか迷うことです。実際に読めるかどうかは別として、読もうとしている人は多いと思います。どういうことかというと、空気を読むとは、周りの状況や他の人の気持ちを察することです。例えば、みんなが静かに集中している場面では、自分もその空気に合わせて静かにするとか、逆にみんなが楽しそうにしている場面では、同じように楽しもうとすることです。空気を読むことが上手な人は、他の人が何を考えているのか、何を期待しているのかを素早く感じ取って、その場にふさわしい行動をとることができます。これは日本文化の一つだと思いますが、みんながみんなできるわけではありません。ちなみに私は KY だと思います。KY とは空気を読めない人のことです。空気の頭文字の K と読めないの頭文字 Y を取って KY と言います。最近は国際社会になってきたので、この空気を読む文化を批判する人も増えてきました。ですが、私は美しい文化の一つだなと思っています。空気を読むってとても繊細なことじゃないですか。それができるってすごいことだと思います。すごいって思うのはきっと私が KY だからかな。じゃあ、なぜ日本人は空気を読むようになったんでしょうか。そのあたりの文化的な背景を話したいと思います。それは日本の社会が昔から集団を大切にする文化を持っていたからです。日本の歴史を振り返ると、農業社会ではみんなで協力して仕事を進めなければならない場面が多くて、周りと調和することがとても重要でした。さらに言葉に出さなくても相手の気持ちを察することが美徳とされてきたので、空気を読むことが自然と文化の一部として根付いてきたようです。つまり、相手を思いやって場の雰囲気に合わせることが日本人にとっての礼儀やマナーの一環と考えられているのです。相手を思いやる気持ちを持っているのは日本人が世界で一番じゃないかなと思います。でもこれはいい面と悪い面があります。相手を思いやる反面、自分は我慢して自己犠牲になっている場合もあるからです。
必ずしも空気を読むことがいいことだとは言えませんよね。そうそう、日本人は自分の意見を言わずに相手に合わせるとか、同調圧力についても、この空気を読むところから来ています。ですので、同調圧力の話もしようと思います。同調圧力って聞いたことありますか？同調圧力とは、意見や行動を少数派が多数派に合わせるように働く心理的な圧力のことです。職場とか集団の中では意識的か無意識的かはわかりませんが、常にその場の空気を読んで行動をしていることが多いと思います。ですので、同調圧力が強く働いてしまうのだと思います。空気を読むというのと同調圧力は関係しています。それから同調圧力が起こる理由として、もう一つは日本は昔村社会でした。村社会とは集落に基づいて作られる地域社会のことで、日本において中心的な社会構造でした。集団のしきたりや秩序に背いたものに対しては、村八部という制裁が加えられていたんです。村八部とは、簡単に説明すると、村の掟を破ったものを仲間外れにすることです。よそ者を受け入れない排他的な社会を表す言葉として、村社会という言葉を今でも使います。昔の村社会から続く集団構造が今もまだ少なからず残っているので、日本では同調圧力が強く感じられるんだと思います。それから最後にもう一つ。それは和の文化を大切にするところから同調圧力が来ています。ここで言う和の文化とは日本文化という意味ではなく、平和の和の文化です。要は、争いごとを好まず平和を好むということです。日本では集団の輪を乱さないことや、周りと同じように行動することといった和の文化をとても大切にしている傾向があります。周囲と異なる発言や行動をすることは和を乱すと捉えてしまうんでしょうね。こういった背景から空気を読むという文化が生まれたんだと思います。じゃあ、空気を読むことをわかりやすく説明するために、実際に空気を読んでいるエピソードを紹介しようと思います。例えば、会社の会議で上司が話をしていたとします。その上司が話をしているときに、ある社員がとても良いアイデアを思いつきました。でも、その時、上司は真剣な表情で話していて、他の社員もみんな黙って聞いています。ここで思いついた意見をすぐに言わず、周りの様子を見て、考えて、上司の話が終わってから適切なタイミングで意見を言います。思いつきで意見を言うのではなく、状況を把握してから意見を言う。空気を読んで場を乱さないようにベストなタイミングで意見を伝えて会議を円滑に運ぼうとしています。逆に言うと日本人は討論は苦手かもしれませんね。もちろん人によると思いますが。はい。ということで今日は空気を読むことについてお話ししました。でも、本音と建前のところでも話しましたが、この空気を読むというのは、日本人に限ってのことではないのかなと思います。どうでしょうか？
皆さんの国でも空気を読みますか？よかったら聞かせてくださいね。ほな、またね。